ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、映画、スパイダーマン、ブランドニューデーの凄まじい前売り券売上の話題についてよ。現在、トム・ホランドが主演を務めるこのスパイダーマンシリーズの続編が映画界でとんでもない記録を叩き出しているの。今日は、スパイダーマン、ブランドニューデーの記録的な前売り券の売上の凄さ、そして IMAX 上映なしという不利な状況でも大ヒットが確実視されている驚くべき背景について徹底的に解説していくよ。スパイダーマンの新しいやつね。毎日ネットニュースのトップに出てくる件。うちもタイトルくらいは知っとるよ。でもさ、どうせ人気シリーズの続編や件、そこそこ売れましたよくらいのよくある宣伝文句なんやろ。映画の宣伝って何でもかんでも全米が泣いたとか過去最高って大げさに言う件。正直あんまり信用できんとよね。葵、今回の過去最高はただの宣伝文句じゃないんだよ。デッドラインっていうアメリカのとても信頼できるエンターテインメント系のニュースサイトが報じている確かな数字のお話なの。なんと、このスパイダーマンブランドニューデーは過去5年間で最高の初日前売り券売上を記録したんだよ。さらに言うと、2026年に入ってからも現時点でぶっちぎりの最高の売上を記録しているの。過去5年間で最高？それは、ちょっと聞き流せん数字やね。過去5年って言ったら、映画館が少しずつ復活してきた時期も全部含まれとるわけやん。その中で一番って、どんだけみんなスパイダーマン好きなんよ。でもさ、前売り券がいっぱい売れたからって、映画自体が面白いとは限らんやん。ただのお祭り騒ぎなんやないの？お祭り騒ぎだとしても、その規模が桁違いなの。これほどまでに先行販売が好調だった映画は2021年12月に公開されたスパイダーマンノーウェイホーム以来なんだよ。葵、あの映画が公開される前の先行販売の凄さを覚えているかな？スパイダーマンノーウェイホームはうちも知っとるよ。歴代のスパイダーマンが勢揃いするってネットで大騒ぎになっとった件ね。あの時は映画館のサーバーがダウンするくらいチケットが取れんやったってニュースでガンガンやっとったやん。まさか、今回も、あんな感じになっとると？その通りだよ。当時の、スパイダーマン、ノーウェイホームは、公開前に、推定7800万ドル、日本円で数百億円という、とんでもない金額の先行販売を記録したの。そして、最終的には、アメリカ国内のオープニング興行収入で、2億6010万ドルという、歴代2位の成績を収めたんだよ。今回のスパイダーマンブランドニューデーはあの熱狂に匹敵する、あるいはそれを超える勢いでチケットが売れているということなの。歴代2位のオープニング成績を出した映画とためを張るレベルってマジでヤバかばい。でも今回は歴代スパイダーマンが集合するとかそういう反則技みたいなネタはないんやろ？それなのにそこまで売れるって一体どういう魔法を使ったんよ。ただトム・ホランドの顔が良いけん売れとるわけやなかろ。トム・ホランドの人気ももちろんあるけど、それだけじゃないよ。デッドラインの詳しい報告によると、スパイダーマン、ブランドニューデーの初日の予約販売額は、2022年に公開された、ドクター・ストレンジ、マルチバース・オブ・マッドネスの初日興行収入をも上回っているの。ちなみに、ドクター・ストレンジ、マルチバース・オブ・マッドネスの初日興行収入は、1億8740万ドルだったんだよ。初日の興行収入ではなく、初日の予約販売額だけで、その数字を超えてしまう勢いなんだよ。ちょっと待って、数字がでかすぎて頭が追いつかんとやけど。ドクターストレンジの初日に映画館で実際に上げた売り上げを、スパイダーマンは映画が始まる前の予約の段階であっさり抜いとるってこと？それ、映画館のスタッフ、当日対応できると？ポップコーンの機械が爆発するんやない？葵、鋭い視点だよ。本当に映画館のパニックが心配になるレベルの売れ行きなの。ここでネットユーザーたちの反応をいくつか紹介すると、ドクターストレンジの初日売り上げを予約だけで超えるとか、マーベルファンの熱量どうなってんの？スパイダーマン、ノーウェイホームの再来かよ。初日のチケット争奪戦で完全に敗北したわ。これ、2026年どころか、映画史に残るレベルのお祭りになる予感がする。トム・ホランドのスパイダーマン、どんだけ愛されてるんだよ。早く映画館で見たい。とこんな感じで SNS でも驚きと興奮の声が飛び交っているんだよ。そりゃそうなるやろうね。ネットの連中も完全にこのビッグウェーブに乗っかっとるやん。でもさ、これだけ予約が殺到するってことは当然一番でかくて音も良い画面で見たいって思うのが普通やん。IMAX とかいうやつ。うちも映画見るなら IMAX がいいって思うもん。
葵、そこが今回のニュースの最大のポイントであり、最も注目すべき信じられない事実なの。実は、このスパイダーマンブランドニューデーの恐ろしいほどの売上記録は、あることをせずに成し遂げられているんだよ。あること？ IMAX で上映戦ってこと？まさか、そんなわけないやん。スパイダーマンみたいなド派手なアクション映画を IMAX でやらんとか、ただのケチやん。配給会社、頭湧いとると？それが本当なの。先で述べている通り、このスパイダーマンブランドニューデーは、なんと IMAX スクリーンを使用せずに公開されるんだよ。は？マジで言っとると。あんなビュンビュン飛び回る映画 IMAX で見てなんぼやん。なんでそんなアホなことになったん？実はね、この時期の IMAX スクリーンはクリストファー・ノーラン監督の新しい映画オデュッセイアの独占上映に当てられているからなの。デッドラインも IMAX での上映中止を確認し、それでも7月31日の公開日を変更しなかったと報じているの。クリストファー・ノーランのせいでスパイダーマンが IMAX から追い出されたってこと？クリストファー・ノーラン監督の映画もすごいのは知っとるけど、天下のスパイダーマン様を一般のスクリーンに追いやるとか、映画業界の力関係ってどうなっとると。でもさ、IMAX ってチケット代が普通のスクリーンより高いやん？そうなんだよ。IMAX のようなプレミアムフォーマットは通常料金にプラスして追加料金がかかるから、映画全体の興行収入を大きく押し上げる重要な要因なの。この続編は公開週末において最も収益性の高いプレミアムフォーマットの一つを放棄したにもかかわらず大ヒットの見込みだと言われているんだよ。ってことは一番儲かるはずの高いチケットを売らずに普通のチケットだけで過去5年間で最高の前売り券売上を叩き出しとるってこと？それ本気でやばくない？もし IMAX で上映できとったら数字はさらに跳ね上がっとったってことやん。その通りだよ。だからこそ、この数字がさらに注目を集めているの。IMAX という強力な武器を持たずに、純粋な作品への期待値だけで過去の記録を次々と塗り替えているんだよ。プレミアムフォーマットなしでのこの大ヒットの兆しは本当に歴史的な快挙と言えるの。IMAX 抜きでこれってチートコードなしでゲームのラスボスをワンパンで倒すみたいなもんやね。スパイダーマン、恐ろしか小倍。でも、なんでみんな IMAX で見れんのに、こんなに狂ったようにチケットを予約しとると？なんか、秘密の裏技でも使ったん？その秘密の裏技、つまり、怒涛のプロモーション戦略の全貌に迫る前に、ここで、みんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタン、高評価を押してね。うちからも、チャンネル登録と、グッドボタン、高評価、ポチッとよろしく頼むばい。さあ、早く、その秘密を教えてや。どうせ、配給会社がえげつないお金を使って強引に宣伝しまくった結果なんやろ？お金をかけているのは事実だけど、その使い方がとても効果的だったの。この先行販売の急激な増加は、マーケティング活動が一気に勢いを増した、この1週間の締めくくりとして起こった現象なんだよ。この1週間で何があったん？急に街中を本物のスパイダーマンが飛び回ったとか？まず、新しい予告編が解禁されたの。これがファンの心に火をつけたんだよ。その新しい予告編では、マーク・ラファロ演じるハルクが登場することが確認されたの。ハルク？あのでっかい緑の筋肉だるまやん。スパイダーマンの映画にハルクが出るって、それだけで客を呼べるずるいやり方やん。とりあえずハルク打者売れるやろ的な安易な考えが見え隠れしとる気がするけどね。葵の言う通り、人気キャラクターの登場は大きな話題になるよ。でも、それだけじゃないの。予告編では、さらに、誰も見ることのできない悪役の存在が示唆されたんだよ。誰も見ることのできない悪役？なんそれ？透明人間ってこと？それとも、早すぎて見えんとか？そんなん、映画館の大画面で見ても、どこにおるん？ってなるだけやん。映像で見せる映画なのに、見えないって、完全な矛盾やない？そこが、ファンの考察欲を刺激しているの。見えない悪役とは、一体誰なのか？と、ネット上で様々な推測が飛び交っているんだよ。見えないからこそ自分の目で確かめたいという心理が働いているんだと思うよ。なるほどね。あえて正体を隠してオタクたちの考察という名の無料の宣伝を利用しとるわけやね。まんまと配給会社の罠にはまっとるやん。他にはどんなことしとると？企業とのタイアップも強力だったの。例えば、世界的な企業のサムスンがスパイディトラッカーとのタイアップ企画を開始したんだよ。サムスンか。めっちゃお金持ってそうやね。スパイダーマンのガジェットみたいなのを売り出すんやろ。ファンは、そういうのに弱いけん、まんまと釣られるんやろうね。
さらに、チケット販売が開始されると同時に、Amazon プライム会員向けの先行上映の予約も始まったの。これが、瞬く間に話題になって、すでに満席になりつつあるという報道もあるんだよ。プライム会員限定の先行上映まであると、至れり尽くせりやん。お金払えば、一般の人より先に見れるって、ファンの優越感を、これでも買ってくらい刺激しとるね。そりゃあ、前売り券も爆売れするはずばい。ここでまた、ネットユーザーの反応をいくつか見てみると、予告編でハルクが出てきた瞬間、鳥肌が立った。スパイダーマンとハルクの絡みが、早く見たい。誰も見ることのできない悪役って誰？考察が止まらないんだけど。サムスンのタイアップ企画、気合入りすぎでしょ。スパイディトラッカー欲しすぎる。プライム先行上映、気づいた時にはすでに満席だった。みんな情報早すぎだろ。IMAX で見られないのは残念だけど、このお祭り感は絶対に公開初週に映画館で味わうべきだよね。とこのように、計算されたマーケティング戦略が見事にファンの心を掴んでいることがわかるよ。ネット民もすっかりお祭り気分やね。でもさ、これだけ期待を煽りに煽って、もし本編がつまらんやったら、暴動が起きるんやない？先行販売はあくまで期待値であって、映画の面白さを保証するもんやないやん。葵、まさにその通りだよ。先行販売の数字はあくまで初期の兆候であって、映画の最終的な評価や判断を下すものではないの。でもね、デッドラインの記事にもあるように、このスパイダーマン、ブランドニューデイが取引している会社、つまり比較対象となっている映画のレベルがとても示唆に富んでいるんだよ。比較対象のレベル？さっき言ってたスパイダーマン、ノーウェイホームとかのこと？そうだよ。スパイダーマン、ノーウェイホームは、その凄まじい先行販売の好調ぶりを、そのまま本番の興行収入につなげたの。結果的に国内興行収入2億6010万ドルを記録して、当時はアベンジャーズエンドゲームの3億5710万ドルに次ぐ歴代第2位の記録となったんだよ。先行販売で熱狂を生み出し、そのままメガヒットに結びつけた成功例なの。なるほどね。先行販売で勢いをつけて、そのままゴールまで逃げ切ったわけや。でも、今回もそううまくいくとは限らんやん。確かに確実とは言えないよ。でも、スパイダーマン、ブランドニューデイが、この早い段階で他作品を圧倒しているということは、2026年の最大級のオープニング興行収入を記録する強力な可能性を示唆しているの。実際、同作は、すでに先行販売で、他のどの作品よりも上位につけているからね。IMAX なしっていうハンデを背負いながら、歴代トップクラスの成績を狙っとるってことか。どんだけ強気なんよ。で、この映画は誰が作っとると？監督とか、いつ公開されるんか、そこら辺の情報も教えてや。もちろん、このスパイダーマン、ブランドニューデイの監督を務めるのは、デスティン・ダニエル・クレットン監督なの。誰やそれ。まあ、アクションシーンが得意な監督なんやろうね。そして、主演は、ピーター・パーカー役のトム・ホランドだよ。トム・ホランドは、もう完全にスパイダーマンの顔になっとるけんね。彼がやるなら、安心感はあるばい。で、公開日はいつなん？公開日は2026年7月31日だよ。デッドラインの報道の通り、IMAX を諦めても、この公開日を変更しなかったのは、作品への絶対的な自信の表れだね。7月31日か。夏休みのど真ん中やん。IMAX がなくても、夏休みの超大作枠として君臨するつもりなんや。したたかすぎるばい、映画会社。そうだね。圧倒的な先行販売の記録、IMAX なしでの挑戦。ハルクの登場や見えない悪役という要素。すべての条件が組み合わさって、この作品は歴史的な大ヒットになる可能性が非常に高いんだよ。うちも最初はただの宣伝文句かと思っとったけど、話を聞けば聞くほどやばい記録が生まれそうな気がしてきたばい。IMAX で見れんのは腹立つけど、逆に普通のスクリーンでどれだけ稼ぐのか、ちょっと楽しみになってきたわ。葵も少しは興味を持ってくれたみたいで嬉しいよ。公開日の7月31日に向けて、これからさらに新しい情報が発表されるかもしれないから、楽しみだね。ということで、今日は、スパイダーマン、ブランドニューデイの凄まじい前売り券売上の話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。